皆様、こんにちは。R タイプファイナル2が発売されましたね。そこで、本日は初代の R タイプについて、ゆるい感じで振り返ってみようと思います。お茶でもどうぞ。毎回ゆるいけど、今回もゆるい解説なんだぜ。初代 R タイプは1987年にアイレムから発売されたシューティングゲームで、独特のグラフィックと斬新なパワーアップシステムで大ヒットしました。パワーアップシステムのフォースや反射レーザーは新しかったな。フォースは耐久度減らないし、バリアにもなるのが良かったね。一見少し似てるけど、グラディウスと差別化できていた点も良かったんだぜ。R タイプを語る上で、忘れてはいけないのが、PC エンジン版の存在でしょう。ロム容量の都合で2枚に分けて発売されましたが、あまりの移植度の高さに、普段ゲームをやらないライト層からも、PC エンジンっていうゲーム機がすごいらしいよ。などと、噂になるほどでした。PC エンジンのハードウェア能力の高さも十二分にアピールできた移植だったんだぜ。ハドソンの開発能力の高さもあるけど、PC エンジンの普及にかなり貢献したよね。そして、R タイプの象徴とも言えるのが、ステージ1のボスでしょ。ドブケラドプス。生物と機械を融合した表現が素晴らしかったんだぜ。ちなみに、今では重厚なストーリーが付け加えられている R タイプですが、当初は、バイド帝国を破壊せよ、と、ストーリーとも呼べない程度の設定があっただけでした。ヒットした後に色々付け加えていくのは今では普通になってるけどな。ユリアは生きていただと。まあ、後付けなら何でもありってことなんだぜ。それでは、ステージ2から各ステージなどを見ていきましょう。ステージ2は、グロテスクな生命体が飛び越す生体道になります。当時の限られたハードスペックでございますが、かなり緻密に描かれておりました。多関節の大蛇の動きも良かったね。ステージ2のボス、ゴマンダーでございます。2面のボスもかなりインパクトあったな。心臓みたいなボスだね。そう思うだろ。実は心臓のイメージじゃないらしいんだぜ。なんだと。まさか。そうらしいんだぜ。ちなみにデザイナーは女性の方のようなんだぜ。天才デザイナーですな。凡人では思いつかない発想なことは間違いないんだぜ。続いて、ステージ3の巨大戦艦でございます。1ステージを丸々使って、強制スクロールで巨大戦艦を表現しているステージになっています。ここも R タイプの象徴的なステージだね。初めて見た時は、こういう見せ方もあるのかと感心したんだぜ。R タイプは先駆け的な表現が多いよね。大ヒットタイトルは大抵そうだな。パーツが脱落していく表現もなかなか良かったと思うんだぜ。ステージ2のボスの話を聞いた後だと、巨大戦艦の弱点は点々にしか見えなくなってきたでござる。一応、正統派なシューティングゲームだから、そこから一旦離れるんだぜ。ステージ4の前線基地でございます。そういえば、アイレムは今、映像の参加らしいんだぜ。映像って、モニター作ってる会社の。ああ、資本比率 100% の子会社なんだぜ。厳しい時代だね。大手ですら合併、経営統合したからな。中堅どころは、なおのこと厳しかったんじゃないかな。ステージ4のボス、コンバイラーでございます。3つの機体で構成されているのが特徴になっています。弱点ここだよって感じでわかりやすいボスだね。それでも成功法で戦うと、それなりに苦戦するんだぜ。ステージ5は、巣がテーマになっているステージです。何の巣かはわからないけど、肉団子の巣だよ。シューティングゲームのストーリーや設定は全く知らなくても支障ないからな。肉団子来たよ。注文が来たみたいな言い方だな。イクラがまぶしてあるよ。全部食べてもいいんだぜ。今はお腹いっぱいでござる。ステ
ージ6の輸送システムでございます。このステージは、一定の規則で流れてくるコンテナをかいくぐりながら進んでいかなければならず、初見でのクリアはまず不可能でしょう。PC エンジン版で何度やり直したことか。PC エンジン版はアーケード版の攻略方法がそのまま通用するんだぜ。そういえば、ハドソンはアイレムから何の資料の提供も受けずに、PC エンジンへ R タイプを移植したらしいんだぜ。ハドソンは技術レベル高かったよね。シャープの PC 向けに OS 提供していたくらいだったからな。買わなきゃハドソン。ステージ7の腐敗都市でございます。ゴミ処理場じゃないのね。腐敗と知って聞くと、政治の腐敗とか汚職とかを連想するけど、リアルに腐敗してる都市ってことみたいなんだぜ。腐っているだと。早すぎたんだ。このステージは道中の攻撃が激しいんだぜ。PC エンジン版で何度やり直したことか。この前のステージ6から急に難易度上がるよね。復活もかなり厳しいしな。PC エンジン版はタイトル画面でセレクトを押しながら1を連打すると、クレジットが増やせるでござるよ。昔のアーケードの移植物はクレジット数の上限があったな。購入したんだから好きなように遊ばせてくれって思いながら遊んでいたわ。最終ステージのバイド訂正でございます。最終ステージは復活ポイントはなく、ミスした場合は必ずステージの始めからになっています。ここのボスはビットが2個ついていたら、安全地帯で楽々なんだけど、なかったらかなりきついんだぜ。口を開けたらボースを放り込んで、連射しながら待つだけだね。ビットが2個ある場合はな。なかったら自力で避け続けなきゃいけないんだぜ。そのためにステージ初めからボスにたどり着くまでに、スピードアップアイテムが必ず2個出るんだぜ。ビットが2個出ればいいのにね。それやっちゃうとバランス崩壊なんだぜ。今回、番外編といたしまして、R タイプディメンションズについても触れておきたいと思います。R タイプディメンションズは、2009年に、Xbox 360向けにダウンロードゲームとして販売され、その後、PS3 でも発売され、今では細かい修正が加えられた EX が、メジャーなハードウェア向け全てに発売されています。ゲームプレイ中にボタン一つで従来のドット絵とポリゴン秒が切り替えられるんだぜ。また、ミスしてもその場で何度でも復活できるインフィニティモードと、決まった場所からの復活になる従来のモードも実装されています。ドット絵とポリゴンが自由に切り替えられるのは良いね。初めて遊んだ時はかなり斬新な試みだと思ったんだぜ。R タイプディメンションズは、初代 R タイプの他に R タイプ2も収録されています。こちらも、1と同様にボタンでポリゴン描画を自由に切り替えられる機能と、ミスしてもその場で復活できるインフィニティモードがございます。ツヤツヤしてるもんね。昔からのプレイヤーで、やり込んでた人にとってはかなり違和感を感じるみたいなんだぜ。個人的には、リメイクとかリマスターは大好きなんだぜ。ボスのゴマンダーもツヤツヤしてるね。濡れてるわけじゃないからね。今回の動画では、初代の R タイプにのみに絞りましたが、初代以降のラインナップは、このようになっております。タクティクスにつきましては、シューティングゲームではなく、戦略シミュレーションゲームになっております。レオにつきましては、ストーリーの設定上で、外伝の扱いになっているのですが、シューティングゲームという意味では逸脱していないため、左側に入れてあります。今回の動画では、初代の R タイプにのみ絞ってみました。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうだぜ。また見てねー。